目覚めた地球人へ。今日は脳を快適にすると起こる変化と育能と努力についてです。右脳と左脳の機能や特徴を知ることで、今体感している感情が思考につながっていることがわかります。ネガティブな感情や思考を活用する快適な思考で起きる変化の話です。ぜひ最後まで聞いてほしいです。これからの地球は考える思考とネガティブな感情に振り回される時代が終わります。この動画を見ることで目には見えないエネルギーのことを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。ネガティブな感情に振り回されてもうやる気が出ない、努力ができないと悩んでいる方、どうしても前向きになれない、こんな悩みがあるなら今からでも実践することで体感することができると思います。内面の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く必要がないことに気がつくことができます。今回も思考をテーマにしてネガティブな感情を生かすことで起きることについてお話ししていきます。この動画では私の実験や体験と思考の情報を踏まえて配信しています。できるだけ新しい情報も取り入れて話していきたいと思います。今回は思考を止めることとネガティブな感情と思考を生かすことで起きる変化について話していきます。自己肯定感を持とうとしてネガティブな感情を必死で打ち消そうとしたことありませんか？頑張ってネガティブを打ち消す。でもこの行動はいい効果はほとんど体感できません。なぜなのか。ネガティブな感情を必死で打ち消そうと頑張れば頑張るほど肯定感が低いってことを自分の脳が認めることになるからです。だからといって自己肯定感の高い低いは個々の人間の持っている遺伝子や生活の環境によってある程度決まっています。そうなのって少し気が楽になりませんか？単なる人間のタイプです。あえて種類のように髪や目の色、身長などの容姿がそれぞれ違うように自己肯定感も人間によって違うということです。ネガティブな感情にとらわれることもなく、逆に生かしながら自己肯定感も高くなるというお話をしていきます。ネガティブの感情は同じことを考える思考のスパイラルにはまりやすくて、すぐに心が疲れたり落ち込んでしまう人も多いと思います。実はこの思考はさまざまな心の病を引き起こす原因です。メンタル面に大きく影響します。正しい対処法を身につけることができれば、ぐるぐるする思考に悩まされることがなくなります。そこで今回はネガティブの感情を利用して思考を止めると起きることについて話していきますね。対処法や科学的に効果のある対策もあります。自己肯定感につながること、これを知らずに悩んでいる人も多くいるのではないでしょうか。自分の感情をコントロールするスキルを身につけていくことにつながって脳が活性化する快適な思考にすることになっていきます。全能で快適な思考にすることでこれからの時代の地球の波動に合っていきます。まずは快適な思考を作ること。もともと自己肯定感が低くて悩んでいる方も脳を上手に使って人生をより良い方向に導くことができるんです。ただ人間のタイプによって変わります。大昔から国や育った環境で遺伝子レベルで刷り込んでいることがあります。体からドーパミンの分泌量が人によって違うこともあります。国で見てみると、ヨーロッパでは個人で生き方を決めた方が生き残れる。それは環境でしょうか？遺伝子でしょうか？ヨーロッパでは個人で決定することで優先する人が多いんです。なぜなら集団で何かをすると遺伝子は淘汰されてしまうことが起きていたからです。例えば伝染病など、この
自然や生活環境だった集団で一緒に何かをすることで不利だったという仮説が成り立ってきます。環境によって自己肯定感は変わるということです。自己肯定感の高さや低さとは違い、どちらがいいとかでもありません。個人より集団の方に合わせたいタイプもいます。ネガティブな感情をうまく活用するといい結果が出ることもある。これは様々な説がありますが、ポジティブの意識はとても大切ですが、無理にポジティブになろうとしても生まれ持った性格もあります。なかなかうまくいかないものです。実は努力という面に関しては、ネガティブな感情を利用した方がいい結果が出ることもあります。なぜならネガティブの感情はモチベーションを保つ上で強いパワーを持っているんです。絶対に追い抜いてやる。この環境から出て変わってみせる。このような時にはネガティブな感情は嫉妬に変わりやすいんです。一般的にはとてもいい感情ではありません。でもその部分に気を配ればネガティブな感情が持つパワーをうまく利用することができるんです。来てもいない未来の心配をすることもあります。しかしネガティブな感情は未来に対してしっかり準備ができている可能性が高いということです。この考え方を変えるだけで強い武器になります。うまく武器を使うには自分の性格と感情の傾向を知ることが重要になってきます。このことでかえってストレスをためてしまうこともあります。ストレスは体にいいことはありません。ネガティブな感情を否定せず、しっかりと受け止めて活用するから自己肯定感が育まれていけると思うんです。ネガティブな感情を生かすためにはどうしたらいいのか。マイナスのことにこだわらないことです。今、事実として受け入れること。プラスの出来事が生まれるからです。人は自分にとってマイナスの出来事が起きたとき、ネガティブな感情に陥ります。落ち込んだり、難しく考えたり。しかし、マイナスのことって大体人間に起こるんですよね。誰しも経験していることです。何かを達成したり、成功した人は、マイナスの出来事は多く体験している場合が多いんです。どうして成功できるのか。成功や達成している人たちは、マイナスな出来事が起きた時の捉え方が違います。つまり思考が違うんです。当然、その時には深く落ち込んだり、泣いたり、悔しがったりしたこともあると思います。しかし、すぐにどうすればよかったんだろう。今、何ができるんだろうと気持ちを切り替えることがとても上手なんです。言葉では簡単ですが、実行するのは難しいことですよね。それでもチャレンジをしてみる。そのことをマイナスの出来事にこだわらないようにすることです。失敗にこだわりすぎて自分で状況を悪くすることがほとんどです。考えてみると、人生の運命を決められるほどの究極なことがない限り、ほとんどの出来事は俯瞰してその程度のものと捉えられることもできます。また、失敗は成功のもと、七転び八起きである言葉を変えれば、ネガティブな出来事はポジティブに向かう糧であり、その過程の道しるべだということです。これまでの人間の歴史を見ても見て取れます。自分に起きたマイナスの出来事にまず事実として受け入れること。そこからプラスの出来事が生まれてきます。安心してください。必ずできますよ。今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点でこの悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。快適な思考にするには何かの工夫をすることに意識を向けることが必要です。ひらめきやアイデアは到底思考だけで考えることのできない大きな結果を出すことがあります。つまり脳の構造的には冷静な判断で仕組みを作り、右脳でアイデアを生み出してネガティブな感情を生かして行動すればいいんです。何をやっても続かない人は否定をするのではなく、努力ができない気持ちを感じて自分が持って生まれたものを肯定すること。このような場合は
具体的なご褒美があれば努力できることで、脳はホルモン物質を分泌させます。苦手でも最後までやりきれる人にも、どうしても地道な努力が必要な時があります。そんな重要なタイミングにしっかりやりきれる努力をするにはどうしたらいいのか。答えはとてもシンプルです。例えば、努力ができないと感じている人は、しっかりとご褒美を感じることができればいいんです。報酬を感じる努力をして、得られた結果をできるだけ具体的にするだけ。そして、達成できた映像でイメージする。すると、ネガティブな感情と思考を鎮めることができます。人によっては、結果を記録にして具体的にすると、成長のプロセスが目に見えることができる。自分の成長の記録、映像を眺めて楽しむ、ゲーム性が高まることで、例えば勉強もスコアを競うゲームだと捉えれば、勉強は好きなゲームになって努力ではなく、スコアゲームでハマることもあるかもしれません。辛くないので、さらに努力を続けやすくなります。持って生まれた脳の仕組みとメカニズム、つまり思考とは考え方を変えれば方法も変わり、状況は変化させることができます。努力のプロセスを記録し、結果を冷静に振り返ることで新しい自分に近づいていけます。努力のプロセスを記録するといい点があります。自己肯定感が高まることです。結果が出なかった時には気持ちがネガティブになり、今までの行動を否定してしまいます。あえてしっかりと記憶することで、悪くなかった部分にもう少し足りなかったなとか、結果を冷静に振り返ることができます。視座の高いところから俯瞰することができます。そして目標を諦めずに新たな挑戦をするやる気を出すことができます。つまり行動を振り返るのは、新しい自分に近づくためにエネルギーを与えてくれているということです。個人差はありますが、時間をかけてじっくり取り組めば大体のことは達成できるんです。世間では努力は必ず報われると言います。しかし努力しても報われないことがあります。それには理由があります。でもなぜ達成できないことがあるのか。実はこれはかなりよくあるパターンで、合った努力をしていないことです。努力をしていると思い込んでいる時です。冷静に考えると、単に努力を客観的に見ていないからです。要するに、間違った努力をして、それを途中で諦めたからです。もう一つは、努力しすぎているということです。このように努力が報われないのには理由があるんです。逆に目的や目標をはっきりさせて、そのためにどうするかを考える。これは本当の努力だということです。それが明確になれば、個人差はありますが、結果を必ずつけていく努力ができるということです。努力のプロセスを記録するいい点は、目標をぶれずに追い求めていくガイドブックとなっていきます。今、望む未来につながることを強く長く意識します。あなたが地球に来た目的はあなたしか分かりません。他者は知りません。他者に答えを求めずに、疑問があれば自らが調べて自問自答で決めていく。今の行動で作っている未来はもうすぐ目の前に見えてきます。ここでまとめです。快適な思考にすることとネガティブな感情を利用することで変化が起きるという話をしてきました。今一番大事なのは、じっくりと考える能力を高めることです。なぜなら時間に追われて忙しい中から答えを出す選択を私たちは常に求められているように感じているからです。まずは自分は何をしたいのか、どんな人生にしたいのかを考えて本当の努力をすることです。なぜなら努力は苦労することではないからです。努力はある程度目標に向かって着実に進めていく成長と学びだからです。では、本当の努力を
するにはどうすればいいのか。まずは自分の目的を決めることです。どんなプロセスで向かうのかの戦略を立てます。そして実行することです。人生はシンプルです。目標設定とプロセスと行動です。これが意外とできないんだよねって思いましたか？もしかしたら努力は苦労することって思っていますか？明確な目的がなければ進む方向もわかりません。努力が無駄になる可能性があります。他にも明確な目的があるけれど達成するためのプロセスがなければただなんとなく頑張ることになります。これが努力は苦労することになるということです。全く見当違いのことをすることにならないように戦略を立てることは重要な行動です。実行とはこなしていく。タスクを丁寧に片付けていく。これも根性論ではなく、苦労するイメージじゃない。丁寧に立てたプロセスを淡々と実行していくことになります。本当の努力は誰にでもできるということがわかりますよね。本当の努力で着実に目標に近づいてくるんです。最終的な目標は達成するためには映像として心に描くことが大事です。当然それだけでは目標達成に近づく戦略とは言えません。なぜなら最終的な目標の達成の可能性が高まるというエネルギーは脳にあるからです。つまり思考ですね。この思考の燃費がとてもよくありません。節約するためにすぐに怠けます。エネルギーを節約しようとするからです。抽象的な目標は実現が難しくなります。そこに至るまでのさまざまな弊害や誘惑は必ずあります。乗り越えるためには多くのエネルギーを使います。怠けるためにやる気をなくしてしまう。やる気を保ちにくくさせます。それがネガティブな感情です。やる気も止まりますよね。ここでイメージができる身近な努力をできることで目標を立てて試してみることを提案します。あまり遠く高くすぎる目標ではなく、今身近にイメージできることを目標にして継続できることを意識します。やる気が落ちづらくなって脳に心地のいい刺激を与えながら続けることができます。努力の結果が常に目に見えるようになると、うまくいけばほんの少しの努力で結果が出ることが楽しくなっていきます。ハマることもできます。こうなれば最終的には目標に近づいています。自信や自己肯定感はある日突然、マインドセットを変えたからといって持ち続けることはできません。それより長い時間をかけて着実に積み重ねていく。自然と成果が見えてくるのではないでしょうか。地球人はどこまで成長できるのか、どんな壁も乗り越えられるのか、どんな人生にしていきたいのかをはっきりとした人生のゴールを決めると、すっきりと心が感じることで一生懸命に生きていけます。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、今からの地球の波動に合っていきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。アイデアとひらめきは、個性のこれからのスキルで人生を歩いていける道しるべです。今を生きている心豊かな愛のある素晴らしい地球人は、他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なのです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりは、この物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら、個々のテーマと目的のために生まれて地球で今生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。
チャンネル登録お願いします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。